さて、ラフトとサティスファクトリー、2つの神ゲーが融合したような作品が現在早期アクセス中とのことで、今回はアストロコロニーの紹介を行います。この動画公開時には Steam 自動化フェスとセールも終わってしまいますが、自動化ゲームは知っておくだけ人生の楽しみもそれだけ増えるため、今後もまだ紹介しきれていないものをどしどし動画にしていきます。中でも後発の作品はありきたりにならないように独自の特徴を設け他と差別化を図るものもあり、目を引くのが有名作の組み合わせです。今作アストロコロニーは自動化ゲームでは Steam で人気ナンバーワンのサティスファクトリーと小さなイカダを拡張するこれまた人気サバイバルゲームラフと2つの要素が融合した内容です。サティスファクトリーは 3D 空間を活かした自動化系ゲームであり、縦方向への工場作りが可能になったということで、ファクトリオと大きく違いを出した作品です。現在までに 97% に圧倒的好評、20万件を突破している神ゲーです。ラフトはアイデアで大ヒットしたオープンワールドサバイバルで、元は学生が試作で作り上げたものです。4マスほどの超狭いイカダの上で目覚め、海から流れてくる漂流物をつかみ、イカダを巨大な拠点にしていきます。それよりも前に似た作品として、マイクラの1ブロックサバイバルモッドが存在し、そこから影響を受けた可能性もあります。93% に非常に好評、30万件に到達しそうでもあり、これまた Steam での代表的な神ゲーです。そんな2つが組み合わさったのが今回のアストロコロニーで面白くないわけがありません。舞台は宇宙空間で全体的に空は真っ暗なため景観はやや物寂しさはあります。代わりにゲーム性に全振りした作りになっていると言えます。序盤はラフトと同じく狭めの拠点から始まり、海の代わりが宇宙空間です。そこらに漂うアステロイドと呼ばれる星のかけらを砕き、物資を入手します。銅や鉄鉱石、酸素用の氷や電気用の炭素を得られます。それらを用い施設を作り、素材を加工し、新たな施設を作り上げ、どんどん拠点を発展させていきます。ということから序盤はラフト系中心であり、ベルトコンベアでの自動化を行いますが、とても窮屈です。サティスファクトリーでは超広いマップを活かしたゆとりある工場作成が可能ですが、まずはラフト風のサバイバルを楽しむ形です。また自分の基地からちょっと離れた場所にまとまって鉱石が掘れる小惑星はありますが、有限ですぐなくなります。サティスファクトリーのような無限ではありません。ある程度まとまった鉱石が得られるのと、あとは拠点自体の大きさや見た目の拡張用でもあります。小惑星とドッキングし結合できます。本番はゲーム開始から 2,3 時間後に作れる施設を建ててからとなります。漂うアステロイドを自動で引き寄せ、鉱石に加工してくれます。この作品はアステロイドが無限に掘れる鉱脈代わりです。ラフトでも進むにつれ大量に物資を集められるようになりますが、アストロコロニーではそれを自動化で行います。無限に取り始めたらサティスファクトリーの始まりです。床や壁をどれくらいまで作れるかはわかりませんが、プロモーションムービーを見る限り拠点を大量に広げられるため、そこからは工場作りです。全素材を作るそれぞれの作業場を作成し、コンテナに無限に溜め込みます。いかに美しいベルトコンベアラインを作るかが肝ともなり、レイアウトにこだわり、2階あるいは3階建てと縦方向に拡張すると小スペースで作れます。サティスファクトリーでは大きめのタイルででかい工場作りを行いますが、アストロコロニーはかなり小さなタイルを敷き詰められます。細部にこだわった建築が可能です。もちろんラフトのサバイバル系要素も続くため、酸素供給など自動化で対処します。その他ベルトコンベアでの運送はサティスファクトリーにはないフィルタリングの仕組みを用意されており、すっきりとしたライン作りもしやすくなっています。その他小さめのタイルと合わせ、細かい単位での地形加工も可能です。小惑星を整地し、その上に工場を作れます。もちろんあえてデコボコの場所を設け、見た目に味を出しても良いでしょう。以上からアストロコロニーはラフトで自動化ゲームを遊びたかった人、あるいは小さな拠点を自ら拡張しつつサティスファクトリーを遊びたかった人に刺さる作品と言えます。マイクラの1ブロックサバイバルを例に挙げましたが、初めは小さい拠点という制限があるからこそ、それを乗り越える楽しさがあり、一から作る創造性も働きます。変わり種のサティスファクトリーとしても楽しめる作品です。加えて早期アクセスが2022年11月開始で、現在までにアップデートが頻繁に行われているという実績があります。何かと何かの融合作物はゲーム性は面白いけれど、どこかに不備がある場合もありますが、アストロコロニーはリリースからそこそこ経っているため、遊びやすさもそれだけ上がっていそうです。
レビューは非常に好評2000件ほどで、今後も売れ行き具合により、ますます拡張されていくことが予想されるため、気になる方はチェックしてみてはいかがでしょうか。定価は2200円ほどで、セールで 50% 割引などが行われます。また、リリースから長いため、製品版では価格上昇が見込まれます。安いうちの購入がおすすめです。というわけで一体どんなゲームシステムなのか、実際にプレイした様子をギュッとまとめたので、どうぞご覧ください。それでは始めていきましょう。アストロコロニー。まずは、モードを選ぶようだね。生存サバイバル、デフォルトモード、建設はクリエイティブ的なモードかな。サンドボックス、こっちがクリエイティブか。まあ、サバイバルでいきましょう。ラフト風という話なんだよね。酸素を常に消費するのかな。おう、外なんか岩が飛びまくってますね。もう始まんのいきなり。始まってるね。ボットとの連携。まだチュートリアルかな。アストロコロニーを作り上げる。あ、ちょっと W 押すだけですげえふわっと移動しますね。宇宙空間だ、ここは。で、この飛んでくる隕石みたいの。これ回収するんじゃないのもしかして。スペースで上昇。オルトで書こう。ヒントが必要な場合は、ガイドブック。G。これでいろいろ教えてくれるんだ。まずは基本的な資源を集める。アステロイド。こういうのアステロイドって呼ぶんだね。他のゲームでもそうでしたね。採掘？どうやって採掘するんだ？近寄る必要あんのかこれもしかして。はじめは鉄と銅。これどうだ？あ、ツルハシみたいに持ってる。おお。近寄ると掘れる。これ氷塊だ。あ、画面上に取れてるね。左上に氷が3になってる。これどんくらい遠くまで行けんの？酸素左下かな。まあ、これがラフトでいうとこの海を泳ぐ代わりなんだろうね。あんまり遠くに行くと危険なのかな。銅鉱石。結構取りましたね。流されることはないのかな。で、これは銅ですが、鉄はどれだ？あれっぽいな。色的に。シフトでブースト。しかし現在使えない。ボットどうした？タブでなんかクラフトする。インゴットにするんだ。これ作成する。まとめても作れんのかな。作ってる間は違う作業できそうだね。次は酸素レベル。画面左下。0になると体が傷ついてしまう。氷を使うことで補充できる酸素。まずは小惑星を採取して基本技術のポイントを十分に集める。2ポイント貯める。現在何ポイントあるんだ？現在は6って書いてあるけど。ポイント使ったっぽいね。2ポイント。とりあえずこれに置いてみようか。さあできた。急いでください。E でデバイスを開いて補充する。これクリックしたら補充されたっぽいね。氷使ったかな。もう一個使おうか。左下増えましたね。次は電力が必要である。炭素反応炉。鉄のインゴット3つ必要だが足りてないのかな。足りてる感じするけど。電気を発見する T。研究か。これで作れるようになるんだね。何かを入れて出すみたいなマークになってるね。炭素を指定する。現状炭素持ってんの？持ってない気もすんな。掘ってみるか。これ炭素だね。いかにも。さあ、ここに炭素。電気1。さあ、起動したのかな。次は導線。導線？これ作んの？銅ワイヤー。さあ、ワイヤーを達成しましたが、ここから自由なのかもしかして。とりあえず次はじゃあ、研究を進めりゃいいのかな。グラップリングフック。これを覚えた。覚えたら、また起き上がりましたね。X でアクセス。どれだ？これか。近くには小さな島がある。小惑星を引き寄せる？あれ？いや、自分が引き寄せんのか。そりゃそうだよな。グラップリングから降りられんのか、これ。ここ訪れたけど。これなんか取れんの？採掘。斧もあるね。地形も掘れる。次は何をするか。アステロイドキャッチング。F。あれ？自分で乗るのこうやって。アステロイド捕まえろ。行け。あれ？クリック一回押すとこうやってスーッと吸い寄せるんだ。ブイーンと。これ掴んだ後に、あれ？
溜まっちゃってますね。処理するには電気が供給されてると処理する。で、導線を引っ張ると。これどうだ？処理されんのか？なんかしてる感じすんね。成功してる。処理してるけど、なんか増えてる素材。画面左上。なんか増えてるように見えないな。ここに蓄積されるんだ。で、多分搬出が必要なんだろうね。そのうち。で、今のところやっぱり自分で捕まえる必要あんのかな、これは。では次だな。水か、精錬。何を作るんだ？まず水にしてみようか。氷粉砕機。それを作ると。じゃあとりあえずこれに作るか。電力をつなげる。ウォーターセルに水を溜める。水道管でつなぐ。まずウォーターセルを作るの。水を保管する容器。で、水道管、鉄のワイヤーが必要だ。これがまだ作れないな。アンロッカー先なのかな。こっちか。精錬所で、なんか加工できそうだけど。インゴットの生産は自動化できる？しかしもう、このスペースだとね、結構厳しくなってきたね。とりあえずこっち側に作ってみるか。これらを自動で作れんの？鉄のインゴット、マックスにしてみよう。物流やコンペア、物流か？これだ。これで運び入れるんだ。まずは物を入れる。コンテナ。これはサティスファクトリー式だね。で、ベルトをつなげる。輸送通路、これだね。コンベアベルト。しかしやっぱり、ワイヤーが必要だな。ワイヤー作るには、ワイヤー作れるようになってる。あれ？インゴットが作られ始めた。電力入れたら、搬入しなくても。ちょっとルールわかんないな、まだ。命令を出すと、動きますね。水輸送。これか？ワイヤーアンロック。これで氷が水になるのかな？一つだけ砕いてみた。ちょっと溜まった感じだね。わずかだね。お次は工学。研究室を作る。今までの研究ツリーだったんじゃないの？ボーリングこれじゃないか？自動採掘。ドリルを作る。地面を整えましょう。逆に、ちょっと、へっこんじゃってるんだけど。平地にするにはどうしたらいいの？綺麗に掘れない。ライトクリックで埋められる。埋められるけど、頂点を削る感じか、これ。さあ、平らにしてみたけれど、採掘。ドリル、これだ。どこに置いたらいいのこれ。この辺かな？これは外側を拡張とかできないのかな？惑星は広げられません、現状は。多分ブロックが必要なんだ。まずは電池。電源取ったら、掘り始めましたね。炭素が取れてる。これ取った炭素をここに入れれば無限じゃね？これよく見ると数限りあるね。無限じゃないな。さあできるぞ。研究室。できたけど、科学ポイントを生成する？これらを入れることで科学ポイントがどんどん作られるって話か。一回すべてを全部きれいにしてしまった方が良いかもしれないな、これは。回路を整えるためには。まずこれだな。これを中心に考えよう。これで捕まえたものを直接溶鉱炉に突っ込む。こんな感じで加工した鉱石は取り出せますと。こうやって、コンベア。これで入ってきますと。で、あとはどうすればいいんだ？マックス命令出しちゃいけんのかな？あるだけ作るのかどうかが疑問ではあるけど。電線が上を通るっていうのはなんか妙な感じはするけど。さあ、電力が通って動き始めましたね。これでインゴットが作られるけれど、これ作ったものだけ出してくれんのかな？お試しでコンベア。今のところインゴットだけ出してくれてる感じがするね。よし。これで捕まえたものはこちらに運ばれる。そしてコンテナに入れたいが、とりあえずここでいいかな？この中にインゴットがぶち込まれますと。で次は水素タンク。作ってみるか？物流ブロック。プッシュする。なんか、コンベアのフィルタリングとかできんのか？枝分かれもできんのかな？
こう流れてくるもののね、特定のものだけを押し出すみたい。で、押し出されたものをここに入れりゃいいのかな。まずはプッシャーを置いてみよう。で、何をプッシャーするか。リソースを選択。氷塊。これにより、氷塊だけを押し出せる。さあ、氷塊。来ましたね。この氷塊がどうなるか。氷塊が砕かれて、こっち移動してるね。これなんか加工してくれるんじゃないの？レシピを選択する。これだ。酸素タンク。で、これが多分作られるんだけど、一体どうなるんだ？この水がこっちに流れてる。あ、酸素が作られてる？障壁により。なるほど。で、水素を作ると、水も自動で作れるのかなということかもしれませんね。お、来た！おー、ドッキングだー！うわー！これはすごい。おー、繋がったー！繋がったけど、通れるわけじゃないんだね。コンベヤー通ってるね。なるほどね。なるほどはいいんだけど、やっぱりこれいずれ、なくなっちゃうんだよな。それだけ気がかりだよ。壁作れるけど、すげえ細かいね。これ縦に並べられんのかな？ああ、いけそうだね。これで2階3階と拡張すんのか。これに拡張してみようか。お、いける。どんぐらいいけるんだ？カスタマイズできる。見た目変えられるのこれ。テーマ。色味か。複製してカスタマイズ。なるほど。これちょっと見た目良くないね。こうやって見ると。これどうだこれ。透き通った感じに見えるけど。うん。透き通ったガラスだ。なんだ？ワーニング？インカミング？なんかやってきた？警告。あ！ストーム地震。どうなってしまうんだあれ。なんか電気マークあるけど。ああ！ああ！破壊されていく。ああ！どうすりゃいいんだ？なくなった。修理はどうやんの？あ、一定時間使えなくなるっぽいね。1分間。マップ、見てませんでしたね。あなた。これが現在のマップだね。多分、全域。全域に広げることができるのかどうか。もう気になるとこだ。これかな？オートアステロイドキャッチャー。これができたら、どんどんね、物資が自動で取れる。そういうイメージになるんだろうね。機械部品が必要だな。これをアンロックするためには、ここだ。意外と早い銅のネジ。さあ、本日はここまでですね。こちら気になる方は、ぜひ購入して遊んでみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。